はあ、ふう、またしても海だよ。はい、水平線。昔から沖縄はこの水平線に囲まれて島々があった。それゆえに水平線の歌がよく登場してくるんだよね。糸の上と書く。糸を張ったように見えるからそういうふうに表現するわけだけど、水平線というと白雲節。前回は名国とカイサレやりましたけど、今回は白雲節を歌いたいと思います。行きましょう。はい、ここでやることにしました。風がどんどん強くなってね、どうかと思うんですけど仕方がない。やります。まず解説から、歌詞の解説ですね。白雲のぐとに見うるあの島に飛び渡ってみぶしゃ跳ねぬあときというわけですけど、これは白い雲のように見えるあの島に、ここから見ると大体沖縄の島というのは遠くに必ず島があるわけですね。島なのか雲なのか分からんぐらい雲がある向こうに島があって、あの島に飛んで渡っていきたい、羽があればというふうでなるわけです。2番ですね。飛びといのぐとに自由に飛ばりてれメールインジーチャティ語れすしがと、自由に飛んでる鳥、海だとよくアジサシが見えるし、それから黒崎が飛んだりしますね。それを見て、あの鳥のように自由に飛ぶことができたら舞を飛び渡っていって、話をするのにということです。3番、我がうむるんぞや白雲のぐとに見うるあの島の那品あがた。我がうむるんぞって、これはうんぞと言ってるわけですが、うんぞというのは女性のことですね。彼女のことです。ということは、これは男が歌ってるということになるわけですね。白い雲のように見えるあの島のさらにもっと向こうに、那品あがたというのはもっともっと向こうという彼方ということですね。この島のあの島にだけです。あの島のずっと向こうだというふうに歌うわけです。遠いな。我が家埋み尽くすだけにうむゆしがとけゆひじゃみりば自由ねえならん。私は本当に心から好きなんだけど、こんなに隔てれば、トゥケというのは渡る海と書くわけですけど、これは島と島の間ですね。かつてはここが難所だったりするわけですけど、海を隔てるっていうことは大変なことだったわけです。そのトゥケユヒジャミリバ自由ねえならんと、それはそうですね。自由にすることができない。5番、タトゥイトゥケヒジャミ分かり合いうてん白雲にぬしてうむいしらさとこう来るわけですね。ここで、どんなにトゥケヒジャミってこう離れていても、別れていても、遠く離れていても、白雲にぬして白い雲に乗せて思いを伝えようと、もういたたまれないから仕方がないから、思いを白い雲にね、場合によっては届くはずないと思ってるのに、そういう、強い気持ちがそういうふうに、例えて思わせてしまうわけですね。6番、ひちゅいさびざびと長む白雲んぞしがたなときわしりかにさ一人寂しく多分ね、夕方とかそんな時間でしょう。真昼から雲を眺めて寂しい思いするというのはなかなかないから、夕方ぐらいではないかなというふうに思うわけですけど、そんな時間に、白い雲を眺めていたら、あなたの姿になって、その非常にわしりぐりさってわしりかにって雲に彼女の姿を見たというわけですね。ということで白雲節歌ってみます。はい、白雲節やってみたいと思います。
語れ寿司が語れ寿司が我が室んぞやしらく物事にめゆるあの島のなひんあがたなひんあがた我が家海ちこそだきに思いよしがとけよひざみとて自由ならぬ自由ならぬたとえとけひざみ離れやいうてん白く胸のして思い知らさ思い知らさちょいさびざびとながむ白くぞしがたなとてわしりかにさわしりぐりさというふうになります。沖縄はたくさんの島があってそのたくさんの島に人々は住んでるわけですけどかつて古い時代というのは島と島は隔てていて、いわゆる島茶びというのをこう隔てているがゆえになかなか、なんていうかな大変な生活するのは大変な思いすると。例えば物資が途絶えたりとかね台風が来ると島は孤立してしまう。で島から見えるあの島に飛んでいきたいあの島は何があるだろう向こうに行ってみたいというのはこの島に住んでるとどうもそれを衝動的に思ってしまうけど僕も小学校の時にそういう思いをしたことがあって遠くに永島がきれいに見えるわけであの島はどうなってるんだろうどんなとこなんだろうと話に聞けばなんとかって大人たちの言う家島の話の聞いたりするわけですけど自分は向こうに行ってみたいとそういう衝動が心の内から湧いてくるのを覚えたわけですけどそんなふうにして人は隔ててる海があるからこそ遠い向こうに見えるあの島に渡っていきたい白い雲のように見えるあの島に渡っていきたいでそれは単に、恋心だけじゃなくて人間本来のなんか根っこの方に根ざしてる何かではないのかというふうに思うんですよね。白雲節はこれは恋の歌ですから当然島の離れた向こうにいて羽が生えて彼女にいつも会えることだったらどんなにいいだろうとそれを切望してとうとうね雲まで、なんていうか憧れる恋焦がれる彼女の姿になってしまうという切ない歌なわけですけどこれはその恋だけに限らず遠い向こうに行きたいという本来生物が持っているなんか衝動みたいなものが根の方にあって、できたものではないのかと私はうがってみだりしてなんか深い意味を感じながら都度この歌を歌うわけですけど、カール・ブッセというドイツの詩人が
山のあなたの空遠く幸い住むと人の言うと山の向こうの方ずっと遠い向こうの方に、憧れの場所があるというふうにこの歌った歌があるわけですけど、あれともなんかね通底する。だから人は旅の衝動というか遠く離れた向こうに何かあるんではないのか、呼ぶ声に誘われる。なんかそんなことを思いながらこの白く節を歌うわけですけど、この沖縄の変化する大自然の中で雲の存在と非常に重要で、とうとう日が暮れて雲も赤い雲から、今度はちょっと寒い冬の雲といいましょうかね、ちょっと寒々としてきたわけですけど、さあ白く節のなんか情緒というのを共有したいと思ったんだけど、今回もあんまりうまくいったような気がしないんだけど、こんなもんです。今日はこんだけ。